こんにちは、アンナスです。今日はユニクロのリネンブレンドブラウスノースリーブっていう、ブラウスを買ってきました。ちょっと透けてるかもしれないですけど、こういう感じのやつです。これ裏向いてるんですけど、もう刺繍終わってしまって、もう毎日雨でもう大変だったんですけど、今日とりあえずちょっと晴れたので、撮りました。なのでもう完成しちゃってるんですけど、ちょっとお見せできないですね。で、これに、この青いカーディガンを一緒に買ったので、これをカーディガンを上にかけて合わせてコーディネートして刺繍しようと思います。なのでもう最初からカーディガンありです。カーディガンには刺繍しないです。それでは手元の方にどうぞ。リネンフレンドブラウスノースリーブの刺繍をしていきます。まず定規ですね。定規でだいたい3分割ぐらいなので、これ何センチあるんだろう。40、縦がね45センチあります。それでなんかこう枠をマス目を描いていきたいので、中心がだいたいこことすると、これ後で消えるので、このチャコペンは後で消せるので、そうですね、10センチぐらいにしようかな。なので中心から外側5センチのところに印をつけて、でそのまま縦に線を引きます。そしてこうもっと定規長いのがあったらよかったんですけど、いいのがなくて、やっぱこの透明が描きやすいんで、どうしてもこれを使うと30センチ定規しかなくて、ちょっとこれでマス目を作っていこうと思います。だから中心を決めて、真ん中に一つブロックを行ですね、行を作って、であんまりギリギリ刺繍したくないから、こうこうみたいなちょっとやってみます。まず半分に折ろうかな。半分に折ると、これで、ざっくりなんですけど、だいたい意外と中心ここなんだ。なんかこれを見ると意外と横なんですね。そうなんだすいません。じゃあタグがうるさい。ここを中心に、これがあるからどうしてもこのボタンを中心にしてしまってたんですけど、ってことはこれですね。これだ。印書きすぎて何が何だか分かんなくなってきたこれで中心を決めて、なんか服とか作ってる人が見たら違うって言われそうですけど、すいません、なんかざっくりなんで、これで10センチ幅をまず線を引きます。でここをステッチ入れていこうかなと思うんで、これお水で消せるんで、これは後で消します。中心から外が5センチなんで、この線ですね。ここだいたい合ってましたね。こんな感じで、まず縦に10センチおきにラインを引きます。これで縦に線が引けたら、今度横にマス目を作りたいんですけど、ここの首のところに線が来るとステッチが多くなってしまって、あとここちょっと大変だなと思って、これを避けたいんで、最初のスタートをちょっと上目、こことここだけ刺せばいいみたいにしたいので、ここをスタートにします。ちょっと肩のすぐ下ぐらい。それで縦は15センチ。なんか横幅が10センチだったので、縦が15、横が10センチのマス目を作っていきます。なのでここで15ですね。
でこっからこんなもんですかね。これで、マス目上も10ここで線を引いて、で下も線を引いてって感じで、マス目を作っていきます。はい、では線が描けたのでちょっと見えないと思いますけど画像では今日使う図案はアンナスの草花と動物のかわいい刺繍増補版のお花の図案を使いたいと思います。これですね。蝶々っていうページなんですけど、蝶々はねここにいるだけで、お花が割とメインの図案なんですが、この縦長の図案をこのブロックの中に入れようと思います。で、ちょっと実物大だとやっぱり小さいので、今日は 150% 拡大しました。いつもね 200% なんですけど、今日はちょっと控えめの150です。そして図案が4つしかないんですけど、いろんなところに散らばせたいので、こんな感じで、真ん中のバラみたいなのはちょっと中心に持ってきつつ、このなんか何のお花かわかんないんですけど、自分で絵を描いたにもかかわらず名前はちょっとわかんないんですけど、この不思議なつぼみみたいな形のやつは、2回繰り返してます。なので、斜めにちょっと隣同士だとなんか繰り返してる感が出ちゃうので、斜めにセットして、でチューリップっぽいのとこのなんか実みたいなやつはこの別にここは逆でもいいです。せっかくなんでやっぱバラが真ん中がいいかなと思うんですけど、でなんでこんな中途半端にしてるかというと、繰り返すんだからここも刺せばいいとは思うんですけど、そこはもう腕出したくないんですよね。なのでなんだっけ、メリノシルククールネックカーディガンっていうのをね、ユニクロのやつをちょっと名前が読めないんですけどね、これをカーディガンをこれ半袖なんです。なのでもうこれを着る前提、これをノースリーブの上から着る前提で、もう太い腕は出せないんで、カーディガンとこれでセットで着るっていうのをまず頭に入れて、それで色を決めていきたいと思います。なので色は一色、さっきのブルーの色の刺繍糸を探してきて、あれとこういうところちょっと重なるので、そこは真っ白を入れつつ、白と青と2色で全部刺していこうと思います。じゃあ図案を写していきます。なんかこれすごい薄いんで透けるんですよね。なのでペンで写したい方はこれ裏に置いて透けさせて、このチャコペン、これお水で消えるのでこれで写してもいいです。ですが私はなんかちょっとこういう感じ、ペンだまりっていうんですかね、ペンこう置くとちょっとジュワッとなりますよね。なんかそれでちょっとうまく綺麗に描けないなみたいなのがあるので、チャコペーパーで写していこうと思います。で、図案を写すときは縦に半分に折ります。で、今ちょうどここに折り目があるので、折り目と折り目を合わせて、こんなもんかな折り目と折り目これぐらいですね。ペラッと置いて待ち針で2箇所留めます。こんな感じで、チャコペーパー久しぶりですね、使うの。めくるとクローバーのチャコピーです。めくると中にインクがついてるんで、インクの方を下に差し込んで、で細い方で力を入れてなぞります。これ待ち針打つときに上に2箇所打つといいです。1個だけだと支点になって動いてしまうのと、よく上と下に留める人がいるんですけど、そうすると差し込めないので上だけにしておいてください。でこうやって写したときに写ってるかなって言ってこうやって
映ってますね。見えるので、それで結構映し忘れがあったりするんで、確認するのにちょうどいいと思います。こんな感じで。見えにくいですね、画面だと。じゃあこれで映していきます。はい、それでは写せたので刺繍していこうと思います。で、刺繍糸なんですけど、結構微妙な色がたくさん揃っていて、全くこの色と同じ色もあったんですけど、ちょっとだけ明るくしました。で、824ですね。で、ここの白みたいな感じで、真っ白、ブラウンにするか、それか3865っていうのがちょっとだけオフホワイトなんで、それでもよかったんですけど、今パッと見た感じ、この3866と合わせると可愛いんじゃないかなと思って、ちょっと刺してみて、もしみたいになったら変えます。3865っていうのが、この1個隣の番号がオフホワイトなので、こっちはね、この服は結構完全に漂白色っていうかホワイトですね。なので、そんな感じでやっていきます。で、刺繍糸は多分結構使うと思います。そして、この汚いのは置いといて、ここがフライステッチをやっていこうと思うんで、フライステッチですね。なので端から、V になるからどうすればいい？上から降りていくのか。じゃあ上から行きます。ちょっとこの端っこ最初、あんま刺繍枠のはめ方としては正しくないんですけど、ちょっとここ空いてるんですが、もうちょっと開けた方がいいな。一番端からスタートしたいので、4本取り。で、1本ずつ抜いてくださいね。刺繍糸のこの三つ編みの作り方は、YouTube でやってるんで、糸の整理の仕方とかで検索してもらうと出てくると思います。で、4本取りの針で、でも玉結びでいいです。玉結び、玉留めでスタートして、ちょっと、あんま玉結び得意でないんでね。で、最初にストレートステッチを1本入れます。ギリギリ内側にしておこうかな。そして、こんな感じ。幅はだいたいすぐ、平行して隣に入れて、で、ループを残しておきます。そして、最初に作ったステッチの下のところから針を出して、この残してるループをギュッと引っ張ると V の文字になります。そしてだいたい最初に作った1つのステッチサイズぐらい下に針を刺すとこんな感じ。なのでここの幅を揃えないといけないんですね。もし心配な方はここ両端にも線を引いてもらうといいと思います。これでもう続きでやると早いのでこんな感じで、できるだけ均等になるように刺していってください。もうすでにサイズがこれを全部やっていきます。なので結構相当大変なんですけど、もうこの枠するだけでも十分可愛いかもしれないですね。で、そこそこ来たらちょっと枠ずらしてでまたやっていきます。はい、これで
もう糸がギリギリになったので、下に刺すとあれなんで、もうこの V の字にします。Y にしないで V にしてギリギリで刺して、でも裏こんな感じだからもう玉留めでいいです。ちょっと大変なんですけど玉留め私苦手なんですけど、これ頑張るしかないですね。これでギリギリで留めて切って、でまた4本用意する。はい、これでまた玉留めでスタートです。でまたさっきと同じように1目作って、で左から出して右に刺して V の字を作って、もうこれをずっと全部やってください。全部、さっき線を引いたところ全部ですね。はい、出来上がりました。こんな感じで縦と横にやってます。でこの V の向きを揃えるといいので、この横向きはここからスタートしてこっちに行きました。なので下も同じように、なんかこの縦のラインも全部上から始めてるので、そう揃えるといいです。あんまり上行ったり下行ったりしないで。でこの交差するところはもう全然無視していいので、上からどんどん重ねていってます。遠慮せずにやってください。っていう感じで出来上がったので、早速このパーツを埋めていきたいと思います。もうこれだけでも十分可愛いかなと思うし、1個だけやってもらっても全然構わないと思います。で真ん中のバラの部分ですね。まずお花から刺していきます。で、2色使うんで、まず青い方からですね。2本取りで、どうしようかな。3本取りにしよう。3本取りで、刺し方は本に書いてある通りの刺し方で刺そうと思います。よく最近チェーンステッチに変えたりとかしてるんですけど、今回チェーンステッチだとちょっと細かすぎるので、もう普通にサテンステッチで、もうちょっとね、サテンステッチ苦手な方は2本取りでやった方がいいです。でもちょっとモコモコさせたいので3本取りにします。でまず下の手前の花びらからですね。小さい波縫いを2つ作ってギリギリで留めて、1つ前の穴に刺します。そして出てるところをハサミで切ります。でここちょっと邪魔なので、こういうのは待ち針で留めておきます。そしたら作業しやすいですね。どっか真ん中に基準を入れて、で半分ずつ埋めます。で基本的には隣隣に刺すんですけど、必ず隣を刺さなきゃいけないっていう決まりはないので、もうこんな感じで前のところで気になるところがあれば戻って上から足すって感じ。ちょっとこの辺もうちょっと足そうかなとかっていうのがあればどんどん戻ってください。しっかり色が乗るように刺すといいですね。でも今日は白に濃いめの青なので割とサクサク埋めやすいかなと思います。という感じで、この一番手前の下の花びら2枚を刺していきます。はい、まずこの一番下の花びらができたので、一旦針を終わらせます。まだ糸いっぱいあるんですけど、裏に絡めてこれで留めます。でクリーム色っぽい感じのを、これも3本取りで芯の部分ですね。
それで続きをやるときは裏に絡めます。刺繍したいところの近くの裏側に2回ほど絡めます。もし抜けそうだったら3回ぐらい絡めておいて、もうこれで取れないので次ですね、芯の部分です。で、芯の部分は上がギザギザになっているので、まずギザギザの長い部分と短い部分をガイド線を全部入れておきます。で、刺す向きは縦に平行に刺していくので、それを意識しつつ長いのと短いののガイド線を入れて、で、後から間を埋めていきます。そうすると、隣に刺してると結構思い切ってギザギザにするのなんか躊躇してしまって、ギザギザが結構緩やかになってしまったりするんですが、こうやっておけば結構もう道筋ができているのでやりやすいです。で、間を埋める。で、ちょっとスカスカの部分は後からしっかり埋めるようにして、ざーっと埋めて後から埋めるみたいな感じですね。で、これが終わったら花びらあと1、2、3枚を仕上げて茎の刺繍に行きます。はい、ではここも額の部分もやりました。で、次は4本取りで、続きをやるときは裏に絡めますね。で、アウトラインステッチをやっていきます。線の刺繍なんですけど、まず1目作ります。で、少し先に出して、で、最初に作ったステッチをギュッと押して糸の下に刺します。今カーブがこういうカーブなので、なんて言うんですかね。なので、下から上に向かってギュッと押し上げます。なのでまた同じことの繰り返しなんで、ちょっと先から出してギュッて押して糸の下に刺します。で、これをずっと繰り返していくとちょっとずつカーブになっていきますね。滑らかなカーブができていきます。でもこれは先までやってください。この先端までやって、で、最後浮くので同じ穴から出して半分サイズの曲げるだけのステッチを入れるとこれで落ち着きます。で、その後ここにちっちゃいステッチをいっぱい入れていきます。これストレートステッチって言います。出して入れての1本ずつのステッチです。で、こんな感じで埋めていって、反対側も同じようにして、で、あとここですね。この額のすぐ下の2つはストレートステッチ。で、茎もアウトラインステッチです。で、まっすぐの線のアウトラインステッチの場合は、重ねる方向を右とか左とか、どっちでもいいです。好きな方向を選んで、で、一回右って決めたらずっと右に重ねてってください。右とか左とかいろいろ重ねないでください。右左いろいろやってしまうとガタガタしてしまうので汚くなってしまいます。っていう感じで、4本取りで全部刺していきます。はい、では茎ができたので葉っぱを刺していきます。葉っぱはサテンステッチなんで左右順番に刺していけば埋まるんですけど、頂点が綺麗にできにくいので先にガイド線を入れます。頂点を作って、で左右が葉脈なので45度ぐらいにガイド線を入れます。で、放射状に間を埋めます。同じ穴に刺します。で、反対側も埋めておきます。もうこれでスタートできるので半分ずつ埋めていきます。
右とか左とか好きな方向なんかこうごちゃごちゃ刺していくと、なんかこう中心がここが綺麗にできないで、ここは溝で表現したいので、今向かって左側を埋めようとしてるんですけど、左って決めたらもうまずは左だけ、斜めを保ちながら左だけを埋めます。で終わったら反対側の右側も埋めていきます。はい、真ん中のバラが出来上がりました。これです。そしてちょっとここももうやってしまったんですけど、右上のお花ですね。中は白で、周りを青にして、で今からフレンチノットステッチの説明をします。まず出します。まずやりたいところから針を出して、枠を机に置きます。で、少し上を持って空中で2回巻いて同じ穴に刺します。で、このぐちゃぐちゃを引き絞ったらもうここで出来上がっているので、裏から引っ張るとこれで出来上がりです。でもこれ続きでやっていってください。ちなみにこれ今やってるのは6本取りでフレンチノットです。でサテンステッチは3本取りで、ここの茎の部分は4本取りですね。なので他のところも全部一緒で、サテンステッチ面を埋める刺繍は3本、線の刺繍は4本で、ちなみにここはね3本でもうついでにやっちゃいました。でフレンチノットが6本。この後もこれもう一回繰り返してるのと、こっちの図案もあるので、これで、フレンチノットは全部6本取りです。っていう感じで、これでできたので、裏に絡めて、あとはなんとかステッチって新たに出てこないんで、あと全部なんとかステッチの繰り返し、サテン、アウトライン、フレンチノットだけでできます。なのであとはもうひたすら埋めていくステッチですね。いいですね。かわいい。服でもいいけど、なんかテーブルクロスとかそういう系にしてもかわいいかもしれない。でここを埋めて、でこれが同じやつで、ちょっとこの細くなるステッチも説明した方がいいのかな。なんかそんな感じです。ってことでもうちょっと刺繍を進めていきます。はい、ではチューリップみたいな形のお花で、この先ですね、このまま平行に行ってもいいんですけど、別にダメじゃないです。この真ん中もちっちゃい点々で頑張って刺してるんでなんですけど、ちょっと尖らせたいので斜めに向きを変えます。ナチュラルに向きを変えるのはいいんで、ガイド線を1本入れておきます。そして間を埋める。放射状に埋めるので、右側は同じ穴に刺すような感じで埋めていきます。そしてこれでも角度が変わっているので、あとはこんな感じ、ちょっとアウトラインステッチに近い感じですかね。少しずれてます。サテンステッチってずっと同じ隣に刺すんですけど、ちょっとずらして、もうこれ今頂点です。でちょっとずらして刺すとこれでとんがるので、反対側も同じように刺していきます。そして、今左から右に移動しようとしたんですけど、普通にこの距離だったらビヨンと言ってもいいんですが、ちょっと遠いところを移動する場合は中を通してください。表に響かないように中をくぐらせて位置を移動します。でまたこんな感じでスタートしていきます。は
はい、ということで出来上がりました。もうアイロンもかけたんですけど、こんな感じです。本当なんかテーブルクロスみたいですけど、かわいい。結構大作ですけど気に入ってます。ぜひ皆さんも真似して作ってみてください。ちなみに刺繍糸は多分 4.3？ なんか4本はね、使ってると思います。まあ人によってはもう5本ぐらいいくかもしれないですけど、なので、まあ、もし全部同じように刺繍される方は5束ぐらい、5カセっていうんですかね、5カセぐらい用意していただくといいと思います。まあ、裏はね、何もしてないんですけど、カーディガンを着るんで、もう絶対腕は出さないので、もう裏はやってないです。ここもやってないです。というわけで、ぜひ皆さんも作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あとは、私は、ここで教室をやったりとか、ここのお店の、今2階なんですけど、1階にお店があって、ここは教室をやっていたりとか、あと、毎月の刺繍っていうファンボックスっていうサイトの中で、会員制サイトをやっています。月600円で、新しい図案が毎月1個出てくる。で、過去のは全部ダウンロードできる。で、あと限定ライブとか抽選会、私の作品を抽選でプレゼントするイベントなどいろいろやっているので、もしよかったら遊びに来てください。あとネットショップもあるんで、お買い物お店でできない方はネットショップもどうぞ。それではまた来週、さようなら。